今よりも一歩幸せに。どうも、釣りって学べるです。今回はアジング専門チャンネル釣り日和大村拓也さん情報提供のもと、昨今の釣り禁止問題について解説します。先日、アジング専門チャンネル釣り日和大村拓也さんのチャンネルで、釣り禁止問題とこれからの釣りについて考察した動画が配信されました。正直、かなり衝撃的な内容です。こちらの動画については概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。なぜ今回このような情報を配信させていただくかというと、動画を拝見して今後も釣りができるのか否か、我々釣り人全員に関わる重大な問題だと思ったからです。失礼ながら私自身も調べられる部分は調べさせていただいて、その上でアジング専門チャンネル釣り日和大村拓也さんの考えに賛同したので、僭越ながら釣りマネでも配信してもっと多くの人に知ってもらう必要があると考えました。そこですぐにアジング専門チャンネル釣り日和大村拓也さんに私のチャンネルでも配信したいことをお願いしたところ、快諾していただくことができました。ですので、これからお伝えすることはアジング専門チャンネル釣り日和大村拓也さんの内容をほぼそのままお伝えさせていただくことはご承知おきください。ということで本日の目次です。漁師さんから聞いた釣り禁止の真実、漁港の歴史、ソーラス条約、釣り禁止の原因とは、情報発信の方法、以上の内容で解説いたします。まず、アジング専門チャンネル釣り日和大村拓也さんは、昨今釣りが禁止されている原因を、一部の釣り人が捨てるゴミ、騒音、漁具のオ破損が原因だと考えました。そこで実際に釣りが禁止されている漁港に対して、これらの問題を解決する施策を企画書として直接提出したそうです。そこではほとんどの漁師さんが前向きにアジング専門チャンネル釣り日和大村拓也さんの話を聞いてくれました。しかし漁師さんから漁港の現状を聞いたところ、確かに一部の釣り人のゴミなども問題として存在していましたが、釣り禁止の本質は全く違うことが判明したのです。まず釣り禁止の問題を大きく捉えると、時代背景や高齢化社会、ライフスタイルの変化などいろいろなことが絡んだ複雑な問題であることが分かりました。しかしその情報を発信する YouTube やメディアはなく、世間的には釣り禁止は一部の釣り人のゴミ問題という風潮が高いため、正しい情報を発信する必要があると考えました。例えば今はタバコが吸えるレストランは全く流行りません。しかし一昔前は電車や飛行機の中で当たり前に吸えた時代がありました。でもそれってダメだよねと常識が一瞬で変わりました。そして釣り業界は今がまさに大きく常識が変化する過渡期なのかもしれません。そこをより理解するために漁港の歴史を少しだけ解説します。まず今のような漁港が整備されたのは昭和25年に漁港漁場整備法が制定され、第1種漁港、第2種漁港、第3種漁港、特定第3種漁港、第4種漁港の5つに分けられました。それぞれを解説すると、第1種漁港とは、その利用範囲が主に地元の漁業を主とする漁港で、全国で2039カ所存在します。次に第2種漁港とは、その利用範囲が第1種漁港よりも広く、第3種に属さない漁港で、全国に525カ所存在します。次に第3種漁港とは、その利用範囲が全国的なもので、全国で101カ所存在します。次に第4種漁港とは、離島、その他偏地にあって、漁場の開発、または漁船の避難所、特に必要な漁港で、全国で99カ所存在します。最後に特定第3種漁港というのは、第3種漁港のうち水産業の振興上、特に重要な漁港で、政令で定めた漁港が全国で13カ所存在します。例えば福岡県だと第3種に分類される漁港はなく、特定第3種漁港として博多漁港だけが指定されており、その他の漁港はほぼ第1種か第2種漁港に分類されています。そしてここで改めてはっきりさせておかなければいけないことがあります。
それは漁港は釣り場ではなく漁業をされている方の職場だということです。よく考えてみてください。例えば夜中に役所に勝手に入れないですよね。生徒でもない我々は勝手に学校に入って遊べないですよね。本来はそれと同じことなんです。それが今は偶然的に誰に許可を取るでもなく漁港で釣りができているという状態なんです。普通に考えればおかしな状態ですが、これまではうまくいっていました。しかし世界情勢が大きく変わってしまう出来事が発生します。その出来事とはご存知の方も多いと思いますが、1912年のタイタニック号沈没事故です。その時、他の船が救助に駆けつけ、それが世界中で称賛されます。やはり船というのは人命救助に行けるようにしておかなければいけないという機運が世界中で高まりました。そしてこの出来事を機にして1914年にソーラス条約ができました。インターナショナル・コンベンション・フォー・ザ・セーフティ・オブ・ライフ・アット・シーの頭文字を取ってソーラス条約となります。これが100年の間に時代に合わせて何度も改正されていきます。例えば GPS の発達などに伴い、救助には何時間以内で駆けつけられるような航路を取るようにしましょうとか、万が一のためにこのくらいの食料を備蓄しておきましょうとか決められてきました。これにより我々は高度な人命救助を享受できるようになってきました。そして2001年に 9.11 アメリカ同時多発テロ事件が発生して、また大きく世界情勢が変わります。この時、船も航空機と同様にテロの危険性をはらんでいるということが世界中で再認識されました。その結果、ソーラス条約は国際テロの防止を目的とした改正が行われ、日本もこれを批准しました。これにより世界中の外交船の出入りする港湾で実効性のある保安対策を整えることが義務付けられ、日本では国際船舶港湾保安法が制定されます。具体的には制限区域を制定してフェンスなどを設置することや、荷物を検査したり管理したりすることが義務付けられました。このような保安措置を講じていない港から出港して他国に入国しようとすると、厳重なチェックを受けるなど不利益を被る可能性があります。よって制限区域とされた場所でもともと釣りをしてきた人たちにとっては突然規制されたような形になりました。その結果、第1種や第2種の小規模な漁港に多くの釣り人が流れるようになったのです。ここでちょっと興味深いデータをご紹介します。政府が出しているレジャー白書によれば、1990年代後半は約2000万人いた釣り人口が、2020年には550万人と約4分の1まで減っていることが分かりました。2019年はコロナの影響で一時的に670万人まで増えましたが、定着することなく結局コロナ前よりも右肩下がりでどんどん下がっています。つまり何が言いたいかというと、一部で騒がれているようなコロナで始めたにわかアングラーがゴミを捨てるから釣り禁止が増えたということではないということです。それよりも先ほど説明したように、元々の釣り人が規模が小さな第1種や第2種の漁港に退去していくようになってしまったことで起きる問題が原因でした。まず第1種や第2種の漁港は小規模なスペースに構えていることが多いです。漁港という場所は確かに開けている場所もありますが、そこは漁師さんが網を手入れするために広げたりするための場所であって、駐車場ではありません。そこに好き勝手に車を止めることで本来の目的で使用できないケースがたくさん出てきました。だから漁師さんとしては元の通りに使わせてください。だから立ち入りはご遠慮くださいという漁港が増えてきたという側面があります。そしてもう一つがトイレ問題です。地方は下水が整備されておらず、汲み取り式のところもたくさんあります。例えばこれまで漁師さんが使用するだけだから月1回くらいの汲み取りで済んでいたのが、釣り人が多く訪れるようになって週に1回汲み取りをしなければいけなくなっても、その費用は漁港の人たちが負担する形になります。さらに漁師さんは年々減っています。
つまり漁師さん一人一人が負担する金額が増えてしまっているということです。そこで場所によっては清掃協力金などを徴収している場所がありますが、残念ながら徴収に応じない方が相当数いらっしゃいます。漁港側も共存する道を探っていますが、事情を知らない人が突然お金を徴収された、最低な漁港だなどと一方的に漁港を攻撃していることが多いのが実情です。そんなことをしていれば釣り禁止となるのは必然です。これが昨今釣り禁止が増えている大きな原因の一つとなります。つまり一部の釣り人の問題ではなく、漁港で釣りをしている人すべての問題であると言えるのです。そしてもう一つ大きな問題が騒音問題です。アジング専門チャンネル釣り日和大村拓也さんは、個人的に静かにしているし、釣っている側として騒音気にしたことがなかったので、漁港の人に直接聞いてみたそうです。すると、とある漁港では2年間に及ぶデータを集めていることが分かりました。そこでお聞きしますが、アイドリングを30分以上している車は何%でしょうか？そこの漁港では 83%、さらに他の漁港では 70% に及ぶ車が30分以上アイドリングをしていたそうです。つまりほとんどの方が寒いから暑いからという理由でアイドリングをしていたということになります。一人一人は気をつけているかもしれませんが、そこに住んでいる人にとっては本来寝ている時間に永続的にドアの開閉音やエンジン音が続いていくわけです。もちろん共存していくために丁寧にアイドリングをやめるようにお願いに行っても逆ギレされることが多く、釣り禁止にせざるを得ない状態となってしまうわけです。そこでこれらの問題を解決する一つの方法として、協力金などを徴収している漁港を率先して使うことが考えられます。そうすることで、アジング専門チャンネル釣り日和大村拓也さんは、釣りの一つの手法である欄岸をしなくなって、いかにしてその一つの場所で釣るかを魚の生態から含めて深く考えるようになったそうです。そしてアジング専門チャンネル釣り日和大村拓也さんは、10年後にはどこの漁港もお金が必要で、欄岸がブルジョワの遊びのような時代が来るだろうと予想しています。つまり釣りも他のアクティビティと同じように、ある程度資本を投じて楽しみを得る時代に突入していくということです。これからは無料の釣り場を探すのではなく、時代の流れに乗る必要があります。よってこれからはタックルの性能よりも魚の生態を調べて、生態に基づいた釣り方の情報を発信していくような流れに変わっていくのではないかと思います。ここで一つ注意しなければいけないのは、この情報発信が原因で釣り禁止になってしまった事例も存在するということです。その一例として、コロナの頃にスーパーで売っているシーフードミックスを餌にした釣りが大流行しました。しかしそれは動画に出ているエリアだけの話であって、どこでも釣れるという話ではありませんでした。そしてその釣りを真似しても釣れなかった人たちが、余ったシーフードミックスをゴミ箱に捨てていくようになりました。するとそこに鳥が集まるようになって、その鳥たちが漁船に止まるようになってしまいました。その結果、集魚ライトなどが糞で汚れるようになってしまって、その都度清掃しなければいけなくなってしまったわけです。先ほど漁師さんも高齢化が進み減っているというお話をしましたが、その清掃がものすごく負担となってしまったために、釣り禁止にせざるを得なかった漁港が存在します。そして漁師さんが一番困った動画は、 YouTuber やプロアングラーが停泊する船の近くでキャスティングして釣る動画だそうです。やはりそういう場所は釣れやすく、素人もすぐに真似するようになりましたが、動画のようにはうまくキャストができずに、係留ロープなどに仕掛けを絡ませてしまうことが多く発生しました。その結果、ロープに絡まった針で漁師さんが怪我をするケースがものすごく増えたそうです。特にアジングやメバリング、エギングが問題になっているそうで、注意してもやめてもらえず釣り禁止になった漁港もありました。そして特にこのアジングやメバリングは夜に欄岸する人が多く、先ほどの騒音が問題になっていました。この第1種や第2種の漁港は道が狭いにもかかわらず、ガンガン飛ばしていく人も多く、アイドリングだけではない問題も発生しています。中には
強路に車を止めたことで救急車がなかなか通過できなかったことが問題となり、釣り禁止になったケースもありました。たとえ一人一人が気をつけていても無意識にやっている行為、例えばドアの開閉音やアイドリングの音など、そういったことが積み重なって釣り禁止の場所が増えているわけです。つまりフォーカスされているようなごく一部の釣り人が問題ではなく、第三者の職場で遊んでいる我々釣り人全員に責任があるということです。そしてアジング専門チャンネル釣り日和大村拓也さんは、最後にこれらの問題を解決する方法として、今後はお金を出して釣りができる場所を利用するのが一番いいかもしれないということで動画を終えています。私自身も漁港に赴いた際にお金を徴収されるような場面に遭遇した際は、しっかりとお支払いして、これからも少しでも長く釣りができるように協力していきたいと考えています。最後に、アジング専門チャンネル釣り日和大村拓也さん、私の身勝手なお願いにご協力いただきましてありがとうございました。釣りって学べるにはディスコードを使った釣りコミュニティ釣りシティがございます。ありがたいことに490名を超える方に参加していただけるほどになりました。さらにディスコードでは釣りだけでなく料理やタックルなど様々な情報交換の場として活用していただいています。登録は概要欄の登録方法と招待リンクをクリックして説明の通りに操作していくだけなので簡単です。もちろん費用はかかりませんから、あなたも住人となって様々な情報を共有してみてはいかがですか？今回の授業は以上となります。釣り禁止問題について考える授業が末永く釣りを楽しめる時代になることを記念します。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。